どうもベルです。今回はグランドマフィアの、気まぐれコラムということで、装備についてやっていこうかなと思います。この気まぐれコラムなんですけど、昔ね、ロズとか、XE に在籍されてた方は、全体メールで、ご覧いただいたことあるかなと思うんですけども、その YouTube 版です。動画だとね、もはやコラムではないんですけど、ちょっといい名前が思いつかなかったので、コラムで押し通そうかなと思ってます。で、このグランドマフィアって、めちゃめちゃ奥深いじゃないですか。奥深すぎて、多分全部わかってる人って、多分これ1%もいないんじゃないかなと思ってて。私もね、引退してた期間長いので、100%わかってるわけではないんですけども、初心者の方から、日本トップの方も、知らないような内容まで、いろいろとお伝えしていって、私のね、グランドマフィアの知識を、全部動画に残せたらなと思ってます。で、前置きはこのくらいにしておきまして、今回は装備についてですね。できればね、ちょっと動画一本に収めたかったんですけど、装備だとね、ちょっと話すこと多すぎて、動画2本に分けてます。ご了承いただければと思います。で、まず装備って何っていうところから行こうと思うんですけども、自分自身の UB ですね、リーダーに、装着して、様々なバフを得ることができるものです。で、こちらは装着しないと発動はしません。で、メイン武器から、ジャケット、ボトム、シューズ、サブ武器、アクセが3つありまして、アクセサリーは、初期で1つ。で、装備センターがレベル17になると、2個目。で、レベル25になると3つ目を、装着することができるようになります。また装備によってね、レベル制限がありまして、リーダーのレベルが、これだったら、レベル60以上じゃないと、装備できないなどがあります。また装備は、戦闘装備と、建設装備と、研究装備と、チャレンジャー装備。この4つに大別されまして、一応先ほどのね、4つの装備を組み合わせて、進軍加速装備だったり、収集装備だったり、ダイヤ生産用の装備だったり、一応あるにはあるんですけど、基本的にはこの4つですね。で、この装備ってめちゃめちゃ大事で、まずの内製の、建設と投資の装備なんですけども、こちらの装備では、建設だったら建設速度、投資だったら投資の速度、大幅に上げていくことができます。建設と投資ってめちゃめちゃ加速使うじゃないですか。一応建設はね、そうでもないかなと思うんですけど、投資はもう加速の消費量本当にえぐいので、装備をしっかり育てていくことで、大幅に使用する加速を節約して、より多くの投資を行えるようになります。で、チャレンジャー装備については、こちらは街頭はしゃがりで大活躍してくれます。このゲームの街頭はしゃがりって、もう絶対に軽視してはいけなくて、あの、その街頭はしゃがりをね、より円滑にして、なおかつもっと美味しくしてくれるので、非常に、大切なのかなと思います。で、戦闘装備はね、戦闘時のステータスを大幅に上昇させてくれるもので、このゲームのね、強さを形作っていく最も大切なものなのかなと思います。で、こちらの装備なんですけど、州長戦の、シーズン2までは、最大で、こちらの金の、S グレード。で、シーズン3になると、こちらの SS グレードまで、上昇させることができまして、こちらの SS グレードについては、投資センターの、装備項目にある、継承製造ですね。こちらの投資をアンロックすることで、SS グレードまで上昇させることができます。S グレードまでは、通常の素材のみで上げられるんですけども、S から SS グレードにするときには、別途、継承コインというものが必要になります。例えば、こちらですね。こちらの継承コインが必要になります。一応こちらは、イベントだったりでも入手できるんですけども、基本は課金パックですね。必要量半端ないので、ちょっとイベントだけではね、ちょっと集まりきらないので、基本的には課金で入手していくことになるのかなと思います。ただね、通常の素材といっても、その中でも、契約コインですね。こちらですね。こちらレア素材となってまして、
他の素材と比べて全然入手することができません。一応アーキテクトとインベスターだけはね、ちょっと名前が違くて、契約、アーキテクトだったらアーキテクトの契約書。で、インベスターだったらインベスターの契約書っていう名前になってるんですけども、実質的には同じですね。で、素材を入手するために、装備のね、ボックス開けていくんですけども、本当にこの契約コインって出なくて、試しに100個開けてみましょうか。出てくれたら、だいたい100個開けて、紫の A グレーのやつが出たらいいかな、みたいな感じですね。S なんかはね、あれなんかで確率公表されてたかなって、違うかな。3000分の1とか、なんか 0.03 みたいな話を僕は聞いたことがあるんですけど、ちょっとこれ真偽わかんないんで、でも多分体感0.3から0.7ぐらいだ、0.03 から0.07ぐらいの確率だと S グレードは思ってます。ちょっと公表されたらね、またちょっとあれなんですけど、もう一回だけ聞いてみましょうか。普段はこんな感じです。多分 A も、200箱開けて、1個出るかなぐらいの、多分平均取るとそれぐらいなので、100個開けて、1個出たらね、嬉しいなぐらいでいいのかなと思います。はい。ではね、箱ばっか月も仕方ないので、建設装備のから、見ていこうかなと思うんですけども、建設装備はこちらのアーキテクト装備ですね。で、アーキテクト装備については、メイン武器と、ジャケットのウェアですね。それと、あとはボトム。こちらに、先ほどのレア素材の契約書が必要になります。逆にそれ以外の部位については、レア素材なしで上げることができますので、バンバン上げていくのがいいのかなと思います。あとはアクセサリーのね、上がり幅がめちゃめちゃでかいので、優先してね、そちらを上げていただくのがいいのかなと思います。あとジャケットと、サブ武器については、ダイヤ生産量バフ持ってまして、建設をしなくなっても結構使えます。あとは、メイン武器ですね。このモーターガンも、資源略奪スピード持ってますので、これも建設しなくなっても結構使うのかなと思います。ただ、このアーキテクト装備って、所詮は建設なんですよね。建設って、投資と比べたら必要な加速量って、何十分の1なので、このアーキテクトの箱って、装備交換券、こちらですね。これ使って交換していくことも、できるんですけど、2枚使って1箱なんで、かなり効率悪いです。正直無理にレア素材集めていく必要性はないのかなと思います。ほんとレア素材もね、ダイヤ生産量上がる、アーマー、ジャケットと、すいません、メイン武器の、資源略奪スピード上がるやつですね。こちらを優先してあげていくのが、いいかなと思います。ただ、これらはね、装備すべてに共通する話ではあるんですけども、装備グレード上がるごとに、4倍の素材が必要になってしまうので、S から SS はね、継承コイン以外は、A から S に上げるときと、契約コインとか変わんないんですけど、本当アーマーとメイン武器は、上げ切るまで、ボトム上げないとかじゃなくて、あくまで、ボトムよりもアーマーとメイン武器優先で上げていくぐらいのモチベでいいのかなと思います。で、こちらの建設装備、SS グレードまで上げれるんですけど、基本的にはお勧めしません。これ理由単純で、割に合わないんですよ。もうこの言葉に尽きるのかなと思います。ただ、VIP20 かつ、セクシーキャットが S になってないかつ、ある程度時間に余裕があって、毎時間ヘルベ確認できるとかいう、結構得意な状況だと思うんですけど、そういう状況だったら上げてもいいかなと思います。これなんでかっていうと、建設のヘルイベント、時間と資源使えば、ゴールドもね、かかるんですけど、加速使わずに、ヘルベ回せるので、ただね、結構時間かかるんで、僕はセクシーキャット来た時しかやってないですけど、ここはね、いつか詳しくお話ししようと思うんですけども、ここは本当基本は上げなくて OK です。S で止めましょう。もったいないので。本当上げるのにね、継承コインいくらかかるんだって話なので、ダイヤ生産量と、資源略奪スピード目的で、アーマーとサブ武器とメイン武器は SS まで上げてもいいかなと思います。
はい。では次に、投資装備ですね。こちらのインベスターセットで、レア素材は、インベスターの契約書なんですけども、インベスター装備については、レア素材が、メイン武器と、すみません、メイン武器作ってないんで、こちら画面にしたいんですけど、メイン武器と、あとはシューズと、ボトムスと、ボトム、パンツですね。これらの箇所については、レア素材が必要になります。で、他の箇所についてはレア素材なしで上げることができます。で、インベスター装備も、アーキテクト装備同様に、すいません、アクセサリーの上がり幅がめちゃめちゃでかいので、アクセサリーを優先で上げていく、最優先で上げていくのがいいのかなと思います。で、インベスター装備って、建設装備と比べて、圧倒的に活躍してくれるので、装備交換券使って、インベスター装備上げていくの、ぶっちゃけ全然ありです。SS 装備にするか問題なんですけど、もう、メイン武器以外は SS にして OK です。本当投資、加速あまりに必要すぎて、本当終わんないので、なんでメイン武器上げないのっていうところなんですけど、ゴッドファーザー装備で投資ブースト上がるんですよ。で、こっちの方がね、上がり幅大きくて。なので、最終的にインベスターのメイン武器については使わなくなるんですけども、でももちろんね、最初は絶対育成した方が良くて。ただ、SS まではね、強化しなくて OK かなと思います。インベスター装備、本当に大事なので、始めたばかりの方だったり、あの、まだまだね、投資たくさん残ってる方は、かなりね、力を入れて育成していただくのがいいんじゃないかなと思います。では次に、チャレンジャー装備ですね。こちらですね。こちらは、該当覇者を、狩るときのダメージアップだったり、エネルギー消費ダウン、あとはボーナス倍増確率アップ、あとはエネルギー上限と、出撃スピード上げていくことができます。本当はエネルギー上限はね、正直めちゃめちゃどうでもよくて、出撃スピードと、あとあれですね、開始時のアンガーポイントですね。これもね、あったらいいかなぐらいの、ものではあるんですけど、それよりも何もかも、ダメージアップとエネルギー消費ダウンとボーナス倍増確率アップ。もうこれがめちゃめちゃでかいです。まず前提として、該当覇者って、倒すとしたら、少ないエネルギーで倒しきりたいんですよ。で、倒すとなったら、このダメージアップが本当に重要で、もちろんね、これに、ヒーローのパッシブ効果だったり、まだダメージバフとかね、乗ってくので、投資のダメージバフですね。そっちが乗ってくるので、実際に、装備ありとなしでね、2倍のダメージ差があるわけではないんですけど、僕の今の装備で、ダメージバフがだいたい100%ぐらいあるので、一応ノーバフの状態で2倍ぐらいのダメージを与えられるというところで。で、エネルギーの消費ダウンは、その名の通り、該当覇者を攻撃するのに必要なエネルギー消費を下げることができます。で、これ装備ありの時となしの時で、比べてみたいんですけど、今これは装着してないんで、で、その時に、レベルの該当覇者を狩ろうとすると、1980のエネルギーが必要なんですけど、こちらチャレンジャー装備に、切り替えると、9396まで、下げることができます。もうこれ明らかに下がってますよね。該当覇者は該当覇者でね、動画作ろうかなと思ってるので、そこで詳しくいろいろお話ししようかなと思ってるんですけど、該当覇者って、攻撃すると、攻撃報酬もらえるじゃないですか。なので、たくさん叩きたくて。で、そうなった時のエネルギー消費ダウンってめちゃめちゃ有用ですし、さっきの、ボーナス倍増確率アップ。で、これは、該当覇者をね、攻撃した時に、攻撃報酬、もらえると思うんですけども、その報酬が2倍になる確率を上昇させてくれます。一応これ100%が最大で、100%を超えることはないんですけど、超えても3倍になったりとかはしません。ただこれ、めちゃめちゃ美味しくて、この第1回挑戦ボーナスの左下ですね。これちっちゃく、2って書いてあると思うんですけど、これ
今1倍殴ってて、このボーナス倍増確率アップがね、低いと、1個になる時もあったり、ただ、この100%まで上げれば、毎回ね、2倍の報酬獲得できるので、非常に美味しいのかなと思います。一応ね、ローンウルフで、20% 上がったりするんですけど、それ以外だと装備でしか上げることできないので、該当発射って本当に強くなっていく上で必要不可欠な要素で、報酬本当に美味しいので、装備を、チャレンジャー装備を育てていく価値は十分にあるのかなと思います。で、レア素材についてなんですけど、アクセ以外は全部必要ですね。で、チャレンジャー装備に限っての話にはなるんですけど、アクセは、なんか純レア素材みたいなものがありまして、レア素材ほど出づらいわけではないんですけど、このサングラスがちょっと出づらいです。どれから、ただね、他の装備を集めていけばね、ごめんなさい、他の、契約コイン集めて、他の装備上げていけば全然ね、サングラスも集まっていくかなと思います。で、どれから育てていくのっていうとこなんですけど、チャレンジャー装備で一番大事なのってエネルギー消費ダウンなので、メイン武器とシューズですね。ここ優先して上げていくのがいいんじゃないかなと思います。で、このチャレンジャー装備なんですけど、いろんなイベントとかからもね、ちまちま壮大入手できるんですけど、結構スズメの涙で、集めるとしたら、こちらの、出てこないんですけど、これですね。このチャレンジャーセットの、課金パックかなと思います。ただ、これも、1週間に1回更新で、600円のやつはまあいいんですけど、2400円とか、6100円とかになっていくと、結構効率悪いので、600円で買ってってもね、時間かければ育つんですけど、なかなか育たないので、僕昔集めてた時は、サプライズガチャというイベントがありまして、そこでね、かなりチャレンジャー箱を入手することできて、なおかつね、副産物もかなり美味しいので、それで集めてました。ただ、昔よりはね、ちょっと来る頻度少なくなってて、あとはなんか、新しいイベントとかでもね、結構入手できたりするんで、100% 正解というわけではないかなと思うんですけども、育てていくのであれば、サプライズガチャね、非常にいいのかなと思います。で、こちらSS にするか問題なんですけど、個人的には、SS にしなくて OK です。というかSS 大変すぎるんですよ。そもそも契約コイン、チャレンジャーの契約コインってかなり集まりづらいので、もうS まで頑張ったらもうこれ以上ね、結局、SS まで上げても、上がることは上がりますけど、コスパは結局じゃあそれ元取れるかって言ったら取れないので、ランカーが道楽で上げてるのはあるんですけど、全然ね、元取れるわけでは絶対ないので、これとかもね、チャレンジャーバットも、0.4% 消費弾を上げるのに、継承コイン A を18枚使ったら、全く元取れないんですよね、本当に。もうこれいくら分だって話になっちゃうんで。そういったこと考えると、正直、紫でね、十分かなと個人的には思ってますが、S までね、最終的には僕もオーレースにしようと思ってるんですけど、でもジャケットとボトムは、あれですね、サブ武器も、サブ武器はダメージ結構上がるんではいいんですけど、ボトムとかはね、結構、これもう5個使うくせにエネルギー消費ではないんで、そんなに優先しなくていいかなと思います。はい、ということで次にね、戦闘装備行きたいんですけど、戦闘装備って、これ、こちらなんですけど、ルーキーと、タイラントと、キングとゴッドファーザーとありまして、ゴッドファーザーが、このゲームの最強装備になるんですけど、ちょっと話すこと多すぎるので、今回はちょっとタイラントまでで留めておこうかなと思います。で、まずルーキーですね。で、ルーキー装備なんですけど、こちらは唯一、レア素材なしで装備を上げていくことができます。ただ、あんまり強くないので、作んなくて OK です。SS にするのも、継承コインの無駄かなと思います。で、タイラント装備なんですけども、こちらは、
ルーキー装備だと、1つの兵科しか、強化できなかったんですけども、ここからは2兵科強化していくことができます。ギャングシューターか、ギャングバイカーか、バイカーシューターというところで。で、タイラントについては、ギャングバイカーで揃えるか、バイカーシューターで、全部揃えていくのがいいんじゃないかなと思います。この段階でバランス考慮してステータス組んでっても全く意味なくて、考えるべきは、地下取引所と、州庁始まってるんだったら、警察署の集結。もうこの二つをね、最優先で考えていきましょう。で、その時って、めちゃめちゃ強くなったら別なんですけど、基本的には、バイカーのステータスが正義なので、バイカーのバフが上がっていく装備を選んでいくのがいいんじゃないかなと思います。で、こちらはアーキテクトだったり、チャレンジャーと違って、V ごとにレア素材があります。サブ武器だったら、サブ武器の、契約コインで、ジャケットだったらジャケットの契約コインですね。ただ、タイラント装備は、あくまでリーダーレベルが60になるまでのつなぎなので、つなぎなんですけども、全然作って OK です。これ、リーダーレベルが60になるまでの期間って、結構長くて、その間戦闘装備なしだとめちゃめちゃ辛いので、十分ね、作っていく価値はあるのかなと思います。ただ、最終的には、キング装備以上が作れるようになったらね、分解していくこと、すいません、作れるのはいつでも作れるんですけど、装備できるようになったら、分解することになるので、S までやらずに、A3 で、A プラス3で止めていくのがいいのかなと思います。これなぜかって言いますと、分解した時に、紫まで止めておくと、80% 素材が戻ってくるんですよ。ただ、S まで上げちゃうと、70% しか素材が戻ってこないんで、あくまでね、つなぎの装備というところを、念頭に入れておいて、そこまでね、止めておくのがいいんじゃないかなと思います。なので、SS までね、強化する必要も全くないです。はい。ということでね、今回は装備について、いろいろとお伝えしてきたんですけども、多分多くの方が知りたいのって、多分このキング装備と、ゴッドファーザー装備のところかなと思うんですけど、こちらについては、この動画を投稿した翌日に、動画上がってると思いますして、投稿されたらね、概要欄にリンク貼ってると思いますので、そちらからご覧いただけると嬉しいなと思います。はい。では、最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。